動くガンダム第2弾、ガンタンク。というわけで、今回はガンタンクです。第1弾の、ガンダム NT1 のような、二足歩行の機体に比べると、構造の制御も、単純で、手軽に作って遊べる機体です。さらに、今回のテーマとして、制御もシンプルにということで、オープン TX 送信機の設定のみで、射撃モーション、電飾、サウンド再生など、すべての制御を行ってみました。モーションでは、ボタンを一度押すと、決められた一連の動作を行いますが、ロボットコントロールボードやマイコンは一切なし。制御は、モーターアンプ2個、サーボ3個、発光用スイッチ1個、送信機スピーカー。外装は前回同様、お手軽なスチレンボード製。機体製作について。シャシフレームは、タミヤ、ユニバーサルプレートを使用して、ちゃちゃっと製作。ツインモーターギアボックスとユニバーサルプレートから機体幅を決め、スケール110分の1としました。車高は走行性能重視でやや低めにしています。重心が前寄りなので、車高が高いと高耐久発進で前転してしまいます。キャタピラはタミヤ楽しい工作シリーズの連結式クローラー。駆動輪は最前輪。モーターは毎度おなじみ、ミニッツレーサー用。ミニッツ 4x4 用はコンデンサーの干渉もなく、そのまま使用できます。6V 使用での耐久性も、ノイズ対策も安心。ギア比は2段階設定できるうちのハイギアを使用。出力軸取り出し位置で考えると、オーバーハングの少ないハイギアがいいですが、スピードもご覧の通り適度かと思います。ローギアだと、スピードが 3.5 分の1になりますが、ファーストガンダムの劇中では、ワールドワー2以前の低速な戦車に近い表現だったように思うので、ローギアで低速のスムーズさを重視するのはありかも。低速の限界はこのくらい。ちなみに、ミニッツタンクレーサーのギア比は取説にないスーパーハイギア使用、ハイギアの 3.5 倍ですが、ガンタンクには速すぎます。今回は負荷が低いので、出力軸のボールベアリング化は行っていません。上半身の製作に先立ち、子供のレゴを拝借して仮組みし、イメージと動作を確認。肩キャノンと腕の上下にそれぞれ1サーボ。腰の旋回軸の有無については諸説あります。基本はコアファイター搭載のため動かないという設定ですが、ゲーム等では動いたり。で、ラジコンとしてはひねりがあった方がかっこいいので、動かします。同じコアファイター付きのガンダムの模型も、普通にひねり軸があるし、ガンタンクの上半身というのは、戦車の砲塔に当たるという解釈です。上半身の構造は、サーボを3個くっつけて、両サイドに 1.2mm プラ板の板を貼ってあるのみ。フレームができたら、スチレンボードで外装を作っていきます。スチレンボードの切り出しは、資料を CAD でなぞって、アレンジを加え、原寸印刷したものをテンプレートとして使用。腕部の円筒や球体はカッターコンパスで切り出したものを積層してから削り出し、肩の接続部はポリキャップを埋め込んでいます。肩キャノンと腕部ミサイルはアルミや ABS のパイプ材で製作。肩キャノンには LED を仕込んでいます。発光制御はラジコン用のスイッチ回路によりサーボ信号でオンオフ。バッテリーが入りきらなかったので、シャシ後部にバッテリーカバーを装着。
コンテナ風のモールドを追加。頭部アンテナは赤色のハイランナーで製作。各部カバーの固定には100均のネオジウム磁石を使用。送信機の設定について。OpenTX はオープンソースのソフトウェアを搭載した非常に多機能で設定自由度の高いコンピュータープロコ。昔は改造基板を個人輸入して自分で改造し、また別売りの送信モジュールを装着する必要がありました。今は進化した完成品が Amazon で安く買えます。ドローン用途が多いようですが、今回のような可動模型にもうってつけ。今回使用している TX12 送信機は、地上模型用に、両スティックともスプリングリターン式に変更しています。奥の 9X 送信機は、右スティックバネなしのモード1。MS パーツ3から購入しましたが、変更パーツが付属していました。操作系は、左スティックが射撃照準、右スティックが前後進&左右旋回。腰の回転は、左スティックの射撃照準と右スティックの旋回操作の両方に連動。キャタピラ制御の設定は、過去動画で紹介したミニッツタンクレーサーを基本にさらに改良。意図せず片方が停止し、新地旋回に入るのを防ぐように設定。不意の急激な巻き込みがなくなり、安心してステアリングを操作できるようになりました。このあたりのキャタピラ制御設定については、長くなるので、また後日、別動画で解説したいと思います。射撃モードは3つ。1、肩キャノン。2、腕ボップミサイル。3、キャノンプラスミサイル同時射撃。肩キャノンにサーボスロー設定をしているので、動作速度が腕に対して遅いです。射撃アクションは、発光、発射音再生、キャタピラ作動の複合モーションです。肩キャノン射撃モーションの設定について詳しく説明します。簡単に言うと、サーボスローで作った時間軸に、こんなミキシングカーブを組み合わせることで、シーケンス制御を行います。まず、出力チャンネル9、仮想チャンネルとして使用を肩キャノン発射の時間軸として設定します。一発の発射を 1.5 秒とします。スイッチでフルストロークする動作を設定して、これにフルストローク 1.5 秒のサーボスロー設定をかけると、こういう出力になります。これを時間軸とします。次に空きチャンネル10を設定します。入力をチャンネル9の時間軸とし、これに対する出力をこのようなカーブで設定します。横軸 X が入力、縦軸 Y が出力です。スイッチオンで、チャンネル10は、このような出力、縦軸 Y1 の変化になります。これで、発射ボタンを押すと、少し後退して、すぐに前進する動作になります。同様に、発光やサウンド再生も設定。それから、ボタンを一度押したら、最後までモーションを継続させるために、ボタンの自己保持プログラムを設定してあります。赤印の L05 から L14 が該当設定。ちなみに、サウンドは射撃音だけでなく、セリフ等を再生することもできます。
クとは違うのだよ。ザクとは。というわけで、パンタンクの制作でした。いただいた高評価やコメント、チャンネル登録は励みになっています。ありがとうございます。今後も、できるだけ誰でも作れるような方法で、可動模型を楽しんでいきたいと思います。以上、最後までご視聴、ありがとうございました。